おだつこんじこんばんポテトです。今日もデータも付き合っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ワンタッチシュートをもう少し掘り下げてみようやっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいたでしょうか。まだ見てない方ですね、ぜひ見てからこの動画も見ていただければと思いますけども、皆さんコメントありがとうございます。様々ねいただきましてコメントありがとうございます。やっぱりですね、方向指示やった方がいいんじゃないかみたいなこういう意見は多かったですよね。で、個人的感想でもねこうやっていただけると本当にありがたいです。というのもですね、検証って基本ね手探りなんですよ。なのでこうやってコメントいただけるとですね、次ね自信を持ってね、じゃあこの検証やってみようってなるので、ぜひね正解とか不正解とか別にそんなの重要じゃないので、今後ともですね率直な自分の感想でいいと思うのでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、検証法ですね。検証方法はコメントにいただいたところでやっていきたいなと思います。トレーニングモードですね、グラウンダーのインパクトクロスをファーにワンシューで打っていくという形ですね。パサーはベッカムで、キーパーはオブラクで、各40本ずつですねやっていきたいなと思います。使っていく選手はこの2人ですね。ビニシウス前回と同じです。ワンシューもし持ってない方でやっていきたいなと思います。で、まずはワンシューなしのビニシウスから見ていきましょう。今回はファーに、シュートを固定してやっていきました。まあ割と決めてね当たり前のシーンかもしれないんですけどね。はい、見ていただきました。なんだか決めてた時もありましたよね。なんかこんな風にミスキックみたいな、結果的に入ってんだけどこれミスキックなのかなみたいなやつもありましたし、あとはこけること、前回みたいにこけることっていうのはなかったですね。はい、結果こんな感じになりましたよと。まあどうだろうね、枠外もでもそれなりにあったかなっていう、安心しきれる感じはなかったですね。じゃあこれがワンシューつくとどうなるのか見ていきましょう。はい、ここからはですねワンシュー持ちですね。やっぱりワンシュー持ってたら安心してねクロスとかもシュート打てる感じありますけど、実際数字化してみるとどうなるのかって感じですけど、はい、見ていただきました。もう確実に決めてた感っていうのはやっぱありましたよね。なんかね、ワンシューの効果はちょっと今回は実感できそうですかね。で、やっぱりねあれですね、点入ると気持ちいい本当に。あと心なしかいいコースにやっぱ打ててる気もしましたよね。一旦結果見ていきましょう。こうなりました。はい、上があり下がなしなっております。パーセンテージに関しては約という形になってますので、そういった形で見ていただければと思いますけども、ゴール数に関しては 10% 違いましたね。 10% 違ったらかなり感覚も違うんじゃないかな。で、他のところに関して一つ一つはね割と誤差な感じもするんですけど、全部合わせちゃうとねやっぱり4割弱外すって考えるとなしの方は安心して打てない感じもありますよね。でね、ちょっと気になるところも言ってきたんですけど、やっぱ外す枠外の時ねワンシューなしとかね、パワーゲージが 80% 超えると、これワンシューなくてもあってもなんですけど外しやすいかなっていうのは分かってきました。はい。で、特にワンシューないとね特に外すって感じで、ワンシューあると 80% これ超えててもねこんな感じで結構いいコースに決めれてるんですよね。かなり神コースにね抑え込んでねちゃんと決めれてるっていう感じはありましたね。で、ワンシューなしでもたまに決めれるんですけど、これねちょっと比べると分かるんですけど、こんな感じ、明らかにねこの分かりますかね、このどっちも決めてんだけどコース良くないよね。なんかこれオンラインのガチスカとかだと結構止められそうな雰囲気すらありましたね。はい。で、あとはねやっぱシュートワンシューありだといいコース打ててる気しません？やっぱ使っててもねやっぱ思ったんですよ。なんか普通にどっちも決めてるけどなんかコースが全然違うなって気はしたので、ちょっとねこんなことをやってみました。
ゴールした瞬間をちょっとねまとめてみました。どういう風にまとめたかというと、静止画にしてですね、あとは画角ポストの位置とかね揃えて、ボールの影のところにねちょっと丸印してみました。まずはワンシューなしの方ですね、この赤印にしておきましたけども、こんな感じになりました。でもね決定力90だからやっぱりそれなりに狙えてるな、そんな感じしましたけれども、ワンシューあり見ていきましょう。こっちの方がね多い、ゴール数は多かったので多めにね記録はしてるんですけども、これ比べるとこんな感じ。はい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 、結構違くないですか。ボール1個か2個分ぐらい違うかな。なので明らかにですねワンシューありの方がいいコース狙えてるって言えますよね。はい、というところで結論、グラウンダークロスからのワンシューはゲージ半分くらいを目指しましょうとします。はい、ということでねいろいろ見てきましたけども、今回はですね前回より効果をですね可視化できたんじゃないのかなと思います。これもですね皆さんのコメントのおかげでございます。本当にありがとうございます。はい、結果的にはですねイーフトの説明通りのね正確なシュート打てますよっていうことにはなってはきたんですけど、具体的にですねじゃあこれが決定力補正なのか、それとも減少率低下なのかみたいなところはね今後やっていきたいなと思います。じゃあねトーマス・パリで本当はやりたいんですよ、コメントでもあったんですけど、スキル追加でね出てこなくて本当にちょっとねこれ出てきたらまたねやりたいなと思います。であと自分で言うのもなんなんですけど、この検証めちゃめちゃ良くなかったですかコメントでもありましたけどね、狭いとこ狙ってるこのね感覚の立証にもなったんじゃないのかなと思います。ただねこれね非常にめんどくさいんですよこれ非常にめんどくさいんで、ちょっとしょっちゅうできるかってあんまできないかもしれないですけど、ちょっとね今後またやっていきたいなと思います。決定力ベースとかに見てもねかなり面白い結果になるんじゃないのかなと思いましたのでねやっていきたいなと思います。はい、ということでいろいろ見てきましたけど、ただ前回もね言った通りですね、ワンシューなくてもある程度決めてくれるっていう事実は変わんないのかなっていうのは言えるかなと思いました。でもその中でもですね今回みたいにクロスとかだとですね顕著に差が出るのかなっていうところはね言えましたね。はい、というところですかね。あとはさっき結論でも言いましたけど、ゲージ半分くらいがやっぱりいいのかな、こういうクロスとかの時はね。ワンシューはゲージ半分ぐらいが、ワンシューあってもなくてもですね半分ぐらいに抑えとくのが一番無難というか一番得点率高そうだなっていう感じはしました。でワンシューつけるなら前線もしくはプラス OMF ぐらいですかね。ちょっとフォーメーションとかプレースタイルによっても全然違うとは思うんですけどね。例えばウィングでもクロサーだったら多分中に入ることなかなかないので、ちょっと優先度控えめになるし、前線に少ないフォーメーションで CMF が2列目だったら多分2列その CMF につけてもいいと思うんですよね。なのでそういったところの若干の例外はありますが、こういったところちょっと参考にしてみながらですね皆さん使っていく、もしくはスキル追加のね参考にしていただければなと思います。この他にもですねいろいろあればコメントでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレブトとあればですねコメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね今回ワンシューやってきましたね。ちょっとね結構新しい検証もできたし、今後につながるようなところは個人的には良かったかなと思います。本当に皆さんのね感覚コメントすごく大事なので今後もよろしくお願いいたします。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。